여러분안녕하세요 슈우세이입니다。本日なんですけど、本日は美白になりたい方、今回の動画を全て理解していただければ美白になりますので、美白に興味がある方、なりたい方、最後まで見ていれば非常に嬉しいかなと思います。それでは早速行ってみましょう。いつもご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、美白について深掘りしていきたいなと思うんですけど、肌白くしたいって思ってる方は非常に多いんじゃないかなと思うんですけども、結構僕もね、美白のスキンケアの商品を使うことがもうほぼ 90% かな、使ってるので、美白について今回の動画でまとめたいなと思うんですけど、美白ってね、意外と正しく理解されてないところが結構多かったりするので、美白になれない方とか美白に近づけない方って結構多いんじゃないかなと思って、今回の動画をね、まとめたいなと思ってるんですけど、韓国はね、もちろんね、東南アジアとか中国とかベトナムの方がすごくね、今肌をね白くしたいっていうね、美白にしたいっていうことがねすごく多くて、世界でもベトナムが非常に美白ブームになっているっていうね、そういうニーズが高い国だったりするんですけど、まずそこでね、知ってほしい美白の本当の意味っていうところをご紹介したいなと思うんですけど、そもそも美白ってどういう状態かご存知でしょうか。実はね、単純に肌が白いからイコール美白ではないんですよね。正しくはシミ、くすみ、そばかす、色のムラがなくて、肌が明るく透明感のある状態、そういうところが美白って言われるものなんですけども、っていうところから肌を白くするというより、肌を整える、肌をクリアにするっていうイメージがね正しいんですよね。そこで色素ができるメカニズムの方をシェアしたいなと思うんですけども、肌のくすみやシミなんですけど、原因になるのは、皆さんも聞いたことあるかと思うんですけども、メラニンなんですよね。メラニン、ただメラニンって悪いものではなくて、本来ね、紫外線から肌を守るための、作られるそういう反応のものなんですよね。それがね過激に作られちゃうと、それがねシミやくすみの原因になってくるっていうところになっております。イメージとしては、肌の中にメラニン工場みたいのがあって、そこに作られたメラニンが宅急便みたいな肌の表面に運んでくるっていう感じなんですけども、その結果が肌がねくすんで見えてしまうっていうところが流れなんですよね。そこで美白の3ステップの原理なんですけども、どうやって美白にするのかってところなんですけど、そこの3ステップがあるので、3ステップを皆さんの方にまとめましたのでシェアしたいと思うんですけども、まずステップ1がメラニンを作らせないっていうところですね。肌がね、安全だよって感じさせることが大事になってきているので、紫外線対策と保湿がもう鍵ですね。もう紫外線対策と保湿ですよ。はい。でステップ2がメラニンを運ばせないっていうところですね。メラニンが肌の表面に出てくるのをブロックするっていうところになりますね。でステップ3がその場所が工場だとしたらメラニン生成を取り締まるみたいな感じですよね。そのメラニンが入ってくるのをこれダメですよダメですよっていうことなんですけども、活性を抑えて余計なメラニンを作らせないようにするっていうところですね。この3つの仕組みが理解できれば、美白が簡単に手に入れられるんですけども、ステップ1でもお伝えしました、まずは紫外線カットと保湿になりますね。正直美白の、基本中の基本なんですけど、紫外線を防ぐことと保湿を徹底することですね。この2つがしっかりできていれば美白に近づけます。これね、アメリカにある美容の皮膚科学会でも紫外線と保湿をしっかりしていれば老化は遅らせられるっていうね、実験結果も出されてるんですけど、プラスね、今年か老化を薬で治せるっていうね実験もねされてきて、世界的に賞金をかけて、老化は薬で治るっていうところまでもう来てるので、これも変わってくるかと思うんですけど、論文とかで現時点では紫外線を防ぐことと保湿を徹底することで美白になれて老化も抑えられるっていうところなんですけども、肌がしっかり潤っていることと、今は守られてるから大丈夫っていうね、肌をそういうふうに感じさせる、メラニンを無駄に作らせないってところが非常に大事なところになってきております。で、美白にね効果的な成分なんですけども、こちらをねおすすめ成分として皆さんの方に紹介したいなと思うんですけど、おすすめ成分、まず1つ目がナイアシンアミドになりますね。もう一つがビタミン C、そしてアルブチンとトラナキサム酸になりますね。こちらの成分はね、色素を移動を抑えたりとか、メラニンの生成をそのものを緩やかにするのがある成分なんですけども、こちらの4つをね入ってる商品を使うと、より美白に近づけられるのでおすすめな成分になっております。実はね、外側だけじゃなくて内側のケアもかなり大事っていうか、食べるものもね非常に大事になってくるので、まずはね塗るものとかよりは、内側からしっかりケアして
くるのをおすすめするんですけど、特にね、サプリとかだと、皆さん聞いたことあるかと思うんですけど L システインですね、その成分が非常におすすめなので、サプリも取ってみるのもおすすめかなっていうところですね。実際にメラニンの活性化を下げてくれるので、L システインはねかなりおすすめな成分で僕もね取っているんですけども、あとビタミン C と一緒に摂取すると、相性も抜群なのでビタミン C と L システインはね合わせて取った方がいいかなと思いますね。市販のサプリでも簡単に手に取りやすいというか、iHerb とか普通にドラッグストアでも売ってるので、ビタミン C と L システイン一緒にね取ることをお勧めいたしますね。というところで皆さんの方にギュッと詰めてねお伝えさせてもらったんですけども、まとめですね。作らせない、届かせない、活性を落とすっていうところなんですけども、紫外線と保湿をしっかりして、色素を移動ブロックさせる。そしておすすめ成分としてナイアシアミドとアルブチン、そして飲むもの、摂取するものはビタミン C と L システインになります。はい、こんな形でちょっとね美白について今回はねご紹介させてもらったんですけども、肌をねただ白くするとかじゃなくて、健康的で透明感の肌を作るってところが重要になってくるので、無理にね白くする必要はないかなと思うんですけども、肌はねくすみの色とかムラがねない方が非常にクリアな肌に見えたりするので、そこら辺がね目指すところ、僕も目指すところであるので、そういういろんなね今回の美白になるための理解をしていただいた上で、塗るものとか摂取するものを選んでいった方がいいかなと思いますね。はい、そんな形でね、分からないことありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければ全てねご紹介させていただきますので、はい、ぜひ参考にしてくれば非常に嬉しいかなと思います。はい、今回はこんな形でまとめさせていただいたんですけども、最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アンニョン。